こんにちは、ペーパーデコレーションの山本恵美子です。今日は折り紙を使ってお花と手まりの吊るし飾りを作ります。お花を作ります。縁にする折り紙を5枚と、あと内側にする折り紙を3枚、あと真ん中の丸を切る折り紙を1枚準備します。お皿などの丸いものを型にするために準備します。一つは折り紙にちょうど合うぐらいの大きさのものと、その丸よりも一回り小さな丸いものがあるといいです。お皿がなければもちろんコンパスでも構いません。お花の縁にする折り紙5枚を大きめの丸で印をつけて切っていきます。お花の内側にする折り紙を3枚準備して、一回り小さい円を印して切っていきます。お花の内側の折り紙3枚切れましたら、半分に折って、この折り線のところで切って2枚に分けます。お花の外側用の折り紙の丸を色が外に向くようにして半分に折ります。そうしましたら、先ほどの内側の折り紙をこのように上に重ねたいと思います。ずれにくくするように少し糊をつけます。この下のあたりに少し糊をつけましたら、半分に折った折り線の上に重なるか、もしくはちょっと上に下が上がっても大丈夫です。重ねる内側の紙が下に出ない方がいいので、揃えるかちょっとだけ上にして、このように重ねて貼ります。上に貼った方を内側にして、半分に折って折り曲げた下の部分だけ折り目をつけます。広げて、この両端を今つけた折り目のところに合わせて、同じく下の部分だけこのように折り目をつけます。今折り目をつけたところ、このように折って、この半分のところを今度上に向くように折っていきます。下を揃えて、このように折ります。真ん中の折り線に合わせて、このように内側に折ったら、また半分のところで手前に折り返します。また同じく折り目のところまで内側に折って半分折り返して、最後は向こう側に折ります。このように
センス状に折ることができました。折りましたら、この下のところを揃えて、少し上のところでホチキスで留めます。これを5枚作ります。花びらが5枚できました。花びらと花びらが隣り合うようにくっつけて、この山に折った端のところをホチキスで留めていきます。下を揃えて、この山2つ隣り合う同士を重ねて、ホチキスを少しこのように入れ込むようにして閉じていきます。もしホチキスで留めにくいようであれば、糊で隣同士を貼り付けても構いません。3枚目も隣り合わせて、中心はぴったり合うようにして、折り山を重ねて、このように花びら同士をホチキスで閉じていきます。これを5枚ともぐるりと一周、お花の形になるように閉じていきます。最後は両側合わせてホチキスで閉じていきます。これでお花の形ができました。お花の真ん中はペットボトルのキャップやテープの芯などを使って丸く切り抜いて貼っていきます。お花の中心に少し多めに接着剤をつけてペタンと貼ります。お花ができました。手盛りを作ります。2色の折り紙を2枚ずつ準備します。折り紙を4分の1になるように半分に折って、さらに半分に折ります。この4分の1のサイズの内側にちょうど入るような丸いものを当てて、これを型に取って丸を切っていきます。ちょうどいい丸いものがなければコンパスでも構いません。線に沿って切っていきます。4つに折ったまま切っても構いませんし、切りにくいようであれば1枚ずつ切ってください。丸を5枚ずつ合わせて10枚準備します。丸く切れた紙を色がついた方が外側になるように半分に折ります。さらに半分に折り曲げます。広げてこの2回目に折った方の線、こちらを色が内側になるようにこの線に合わせて折り直します。そうすると先に折った線がこのように色がついた方が折り山同士でくっつくようになります。この合わさった折り目のところにホチキスで折り目に重なるように端をこのように閉じます。残りの9枚も同じように折ってホチキスで留めていきます。
5枚ずつできましたら、色を交互になるようにこのように貼り重ねていきます。糊をつける部分はこの上と下の折り目のところと扇形の半分の位置に糊をつけていきます。半分のところと上と下ですね。こんな感じに糊をつけましたら、折り目と縁が重なるようにこのように貼り合わせていきます。また同じところに糊を塗って次の色2色が交互になるように貼り重ねていきます。10枚貼れました。一番上と一番下も同じように貼り合わせていきます。同じところに接着剤を塗って一番上と一番下が重なるように広げながら貼り合わせていきます。しっかり貼ってぐるりと球体になるように形を整えていきます。このホチキスで閉じたところ、色がしっかり見えるようにこのように指を入れて挟んで広げていきます。このように広げていくと上のてっぺんのところもこのように広がってきてしまいますが、これは横を広げると上下が広がってくるのは仕方がないので、上はこのように隙間が空いたままにしておきます。これで手まりが出来上がりました。手まりはこのような両面折り紙を使っていくとこのような感じにもなって可愛いです。その場合は同じものを10枚丸く切っていきます。吊るせるようにこのように縦に並べてつなげていきたいと思います。糸は何でも構いません。100円ショップで購入したこのような刺し子糸や毛糸の細いようなものでもいいかと思います。手まりの中央に糸を通す方法をご紹介します。とじ針や竹ひごがあればそれを使いますが、ない場合は爪楊枝をテープなどで2本合わせて長くつなげていきます。糸の先をセロテープなどで棒に留めていきます。棒にこのように糸がつきましたら、真ん中のところから差し込んでいきます。これで手まりに糸が通ります。抜けないようにするためにはテープなどを糸にこのように巻きつけてストッパーを作ります。このように
テープでストッパーができましたら、糸を引っ張り入れて、このように引っ張ると止まることができます。お花を貼るときには、裏側に好きな長さのところに調節して、上のあたりにセロテープで糸を留めます。で、真ん中は接着剤を少し中央にたくさんつけて、糸が貼り付くように置いて、先ほど切ったような丸い紙を上から押さえて、しっかりと留めます。これでつなげることができます。1月2月の梅の季節や3月の桃の節句にもとっても可愛いかと思います。裏側も可愛くできているので、壁に吊るしても空間に吊るしても素敵かと思います。ぜひたくさん作って吊るして楽しんでみてください。